わしは、灘新影流のゆっくり希望や。ゆっくり流星です。ジャンプ系列の漫画雑誌で短期間連載していた、F 侍漫画について解説していきます。それっておもろいもん。面白いかどうかは俺が決めることにするよ。10人です。知っとるで、ゼノが出てきて、みんなでスーツケース取り合う映画。それは浪人です。じゃああれやろ、ロシア革命の指導者。10人は週刊ヤングジャンプで連載していた猿渡哲也先生の作品です。災害や戦争で荒れ果てた近未来のニューヨークで、数少ない日本人であるガモンとタケルが凶悪なギャングと戦うという話です。連載が始まる前に読み切り版が掲載されていました。タケルが少し幼かったりと、本編よりも昔の話のようです。有名な、コモドドラゴンを放て、も、この漫画やで、この作品はウプ主のお気に入りで全巻コンプリートしてるんや。その数、全2巻。本作は、冒頭で引用したアインシュタインの名言のように、銃などの兵器は滅多に出てこず主に刀剣や鈍器が使われています。ガモンとタケルの武器は日本刀です。斬撃が描く奇跡が美しいですね。第1話の敵、スネークはアフリカの投げナイフを使うで。ナイフ使いとは何度か戦いましたが、こんなのは初めて見ました。で、近未来らしくハイテク技師とかパワードスーツとか出てくるで。ガモンは左腕にギス受け取る。機種にいたらボッツーベンチみたいなやつとか、重視コントロール制でグーパーで消せんやつしか見たことないんやけど、その頃に比べるとだいぶ進化したの。必殺技は義手の新築機能を使うた4段好きや。新選組の起きた掃除でさえ3段なのに4段ってすごすぎるで。タケルの方は義足を使っており、縦横無尽に動き回ります。ラスボスのビッグ、アイは頭に大きなギガンがついとる。レールに沿って動くから真後ろも見えるんや。お、流星、お前も眼帯の代わりにこれ使うたらもっと強くなれるんちゃうか？流粒はリアル風路線なんで視力のあるギガンはまだ作れないんですよ。多分。しかしアメリカでも銃規制が厳しいニューヨークとはいえ、銃に比べてハイテク技師の数が多いですね。世界崩壊の混乱で弾薬が枯渇したのかもしれんのう。ハイテク技師は科学者と知り合いのガモンとタケル、それにビッグ、愛知にしか使うてへんから。実際は世界全体から見るとレア物なのかもな。この漫画、猿渡作品の例に漏れず作画がとても緻密です。時々リオンの書き文字が切断されてるのもハイセンスですね。また、高い画力で再現されたニューヨークの名所も見物です。しかし荒廃したニューヨークが舞台中と、映画のニューヨーク1997みたいやな。第1話の敵がスネークという名前だったり多少は意識してるのかもしれませんね。そういえば猿渡作品のドッグソルジャーの第1話は、主人公が細菌を打たれてワクチンをもらうために任務を受けるという、ニューヨーク1997やエスケープフロム LA みたいな流れでしたね。あまり語られませんが本作は地味にキャラデザがいいセンスですね。ガモンは着流しにミリタリーチックなベルトやブーツ、帽子を合わせています。サガ2の人間男が帯に手榴弾つけとるとか、メタルサーガの宿や娘が袴にピストル突っ込んでるとか、そういうのが好きな奴には刺さるかもしれんの。タケルの方は刀背負ってハーネスからナイフ下げとる。第1話の扉絵やと投げナイフも装備しとったけど本編では使わんかったな。腰のポーチには義足の電池が入っとるみたいや。こういう、どこに何を持ってるか、がわかる衣装ありありであるのう。ウプ主はザブングル中アニメで、敵地に乗り込む主人公がポーチやらブーツやら20のマガジン詰め込むシーンが好きみたいや。たまにフィクションにリアリティはいらん注意見があるが、服のどこに何を持ってるか、程度の設定はあった方が説得力があるんや。深みが生まれるんや。右利きの人が刀を背負う場合、本来は左肩に塚が来るように背負って、バズーカを構えるように塚を相手に向けてから抜くらしいですが、本作のキャラは皆右肩側に背負っていますね。おそらく漫画としての分かりやすさを優先したか、何も考えていないか。往年の忍者漫画へのオマージュかのどれかでしょうね。仮に3つ目やとすると、忍者漫画の要素をぶち込んだ F 侍漫画ってことやな。バカ受けする要素しか見当たらへんけど、どうして短期連載で終わったんやろな。俺はジャンの編集者じゃないんで不人気による打ち切りかどうかはわかりません。でも打ち切りだとすれば理由は想像できます。まず、しょっちゅう手足や生首が飛んだりしてグロいです。ここだけで人を選びます。次に、好感を持てるキャラが少ない点です。タケルは殺し屋のレイベンが、妻子を殺してその肉を食ったと聞いて、レイベンを悪人と決めつけます。漫画の読者という立場だからこう思うのかもしれませんが、普通なら悲しき過去があるんじゃないかとか思いますよね。そのタケルの仲間の子供らは、自分たちを助けた上に薬までくれたガモンを悪人を切りまくってる中意味で極悪人扱いしとる。盗みとかしないで言っているのは偉いとは思いますが、警察も法もない世界なのに潔癖すぎると思います。砂坊主くらいシビアでなくてもいいとは思いますが、あまり世紀末らしさを感じませんね。リアリストぶってるけど結局ガモンたちを助けてくれるマスターがいいキャラしてるのが救いやな。あと出番は少ないけどタケルのガールフレンドのトワちゃんも常識人やな。まあ出番が少ないからボロが出なかったのかもしれんが、3つ目は、これが一番の理由やと思うが、話の展開が遅いことやな。全2巻しかないのに、1巻のほとんどが殺しやレイベンの話ってどういうことやねん。肝心のバトルシーンは面白いんですけどね、もっといろんな敵との戦いを見てみたかったですね。
あとこれは人によると思いますが、日本人の美徳や道徳心を強調する描写が多いのが少し鼻につきますね。特に読み切り版の方は、けだものに日本人の心はわからない、とまで言ってます。まあこれは、海外映画とかにありがちな勘違いジャパンを意識しとるだけやと思うで。このルーニン、話はあっさりしていますし難点も色々ありますが、キャラの外見とかバトルシーンといったビジュアル面は抜群です。また徹底的に正義や愛を送るビッグ、愛のキャラも面白いです。全2巻とお求めやすいので興味があり語は表現に耐性があればぜひ手に取ってみてください。猿渡作品は時々、画像のようなフォントで悲鳴などを表現することがあります。これは俗に PC 書き文字と呼ばれます。しかしルーニンは読み切り版で一度だけ悲鳴として使われたのみで、他は出てきません。今までの作品と差別化を図ったのかもしれんのう。実はルーニンは、全掲載時と単行本で変更されたセリフがあるんや。回想シーン内で、ガモンはアルボスを守ろうとキーバと戦うんや。母はやられてまうんやが赤ん坊の命は助かったで。ここでガモンは、どんな曰くがあっても子供は愛すもの、みたいなことを言うんやが、ラッシュ版やと、お前が切った人は自分が愛した人だ、とか言うとったんや。そっちの方が人間らしくていいと思うのですが、仮にガモンと女性が両思いじゃなかった場合、ストーカーっぽいから変更したんでしょうか？俺たちはタフ、ユーツグのキャラですが実はルーニンとタフは関係あるんですよ。2巻で、ヨーロッパでノーヘアモンキーという新人類が誕生した、というセリフが出てきます。タフの気流さんを主人公にした外伝作品、デビルズデビルに登場した怪物がまさにそのノーヘアモンキーです。なお、デビデビでは気流さんはマリアという女の子の父親を殺し、自分もウイルスに感染しているからもしノーヘアモンキー化したら撃ってくれ、と銃を彼女に渡します。ルーニンではガモンがタケルの父を決闘で殺しており、タケルを鍛えて自分を殺させて贖罪したい。とガモンが語っています。命の取り合いが贖罪になるかい。刀持っとる奴は極端な考えの奴ばっかやのう。実際読み切り時代はタケルも乗り気でしたが本編ではガモンを殺すのを嫌がっています。この二人の関係が最終的にどうなるかは読んでのお楽しみです。それはさておきデビデビはルーニンと結構共通点あるのう。プロトタイプなのかもしれませんね。